どうも、ゼンです。今回片手剣のラスボス討伐後のテンプレ装備みたいなものを紹介していこうと思います。で、5石なしで作ってあって汎用性もかなり高いものになっていると思います。早速装備の方がこんな感じですね。まず武器はラスボスの武器です。こちら攻撃力がかなり高くて、切れ味ゲージも紫ゲージがかなり長くて、切れ味管理がいらないので非常に汎用的で使いやすいです。一応竜属性武器ではあるんですけど、属性はおまけみたいなものなので相手を選ばず使えます。あとラスボス素材だけで一発生産できるので作るのが結構楽っていうのが嬉しいところです。でスキルについてなんですが、まず前提として片手剣は特に必須スキルみたいなものはないんですが、個人的にはかける虫使い3、これはもうほぼ必ず入れていいかなと思います。結局滅昇竜撃が強いからですね。あとサンブレイクだとかける虫使いかなりつけやすいっていうのもあるので、かける虫使い3はほぼほぼどの装備でも入れちゃっていいかなと思ってます。あとは普通の攻撃スキルですね。風圧3はレオスコシのおまけです。でこれ超会心が1になっちゃってるんですけど、どのみちこの武器もともと会心率が低めなので優先度は低めにしてあります。あと片手剣は攻撃モーションにスーパーアーマーがほとんどつかないので、ひるみ軽減1はマルチやるときは必須です。で各部位の防具なんですけど、サンブレイクって今のところ防具の選択肢がかなり多くて、装備作るときに結構幅が広いんですよね。ただこの中でもこのルナガロンの頭、これはかける虫使いを使うのであればほぼ固定でいいかなと思います。で後の部位は欲しいスキルに応じて適当に付け替えていくといいと思います。はい、次に百竜スキルについてなんですけど、これは基本的には丸々特攻系ですねのスキルをつけましょう。水星特攻とか粒子特攻とかですね。で注意として、このラスボス武器って会心率がかなり低いので、それをカバーするために交流の魂をつけたくなってしまうかもしれないんですが、いろいろ計算してみたんですけど、この交流の魂の会心率アップ、最大 15% の会心率アップが〇〇特攻の 1.05 倍を超えることってほとんどないので、〇〇特攻が有効なやつ相手には特攻系をつけた方が強いです。で、例外として八つ敵みたいな何も特攻が通らないような相手には交流の魂つけるかなってくらいですね。はい。でテンプレ装備についての話は以上なんですけど、ここまでテンプレ装備紹介してきてあれなんですけど、本作の片手剣って属性がかなり強いんですよね。なので片手剣使いたいっていう人はできればこのラスボス片手みたいな物理寄りの汎用的な武器だけじゃなくて各属性の武器を作った方がいいです。で各属性のおすすめ武器なんですけど、火属性がレウス、雷属性がライゼクスで、水属性がギザミとザザミの武器、氷属性がルナガロン、竜属性がバルファルクの武器がおすすめです。ただしですね、サンブレイクって全ての武器がレア中の最終強化段階があって、そこまで強化するともうどの武器でもかなり強くて、そこまで差がないんですよね。なので上で挙げたものっていうのはその中で僕がこれが一番癖がない使いやすいかなっていうのを挙げただけであって、他の属性武器でもかなり強いので、もう見た目とかで選んじゃっても全然いいと思います。でそれぞれの属性武器に合わせる防具なんですけど、基本的にはさっき紹介したテンプレ装備で、防具の装飾品で属性強化だけつければ大丈夫です。属性回収は倍率が微妙なのでつけなくていいと思います。はい、装備については以上で終わりなんですが、最後に入れ替え技の組み合わせについてちょっと話しておきたいと思います。入れ替え技については別でちゃんとした動画作るつもりなんですけど、一応迷ったらこれにしておけみたいな組み合わせを紹介しておきます。その組み合わせがこれですね。突進切り、ハードバッシュ連携、剣2連コンボ、滅昇竜撃、シールドバンプ、何につけていいかわからないとか、とりあえず迷ったらこれにしておけば大丈夫です。で個人的には相手によっては滅昇竜撃が風車になったり、あとはシールドバンプが飛び影になったりするかなって感じですね。あとの3つはもうほぼほぼ固定です。はい、今回こんな感じですね。サンブレイクの片手剣本当に楽しくて、属性も強いし新しい技もかなりいいものもらえたんで、もう本当に楽しいです。でこれからも装備紹介とか、あと解説系の動画とかも上げていきたいなって思ってるので、よろしければご覧くださいということで以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。